はい、こんにちは。笹優です。今日は JLPT N4 レベルの読解の勉強をしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それじゃあ勉強しましょう。はい、これは今日勉強する文です。わからない言葉はありますか？まず、わからない言葉を確認してください。これは言葉のリストです。わからない言葉はノートにメモして覚えてください。では、まず、笹優が文を読みます。それから皆さんも読んでみてください。虫が嫌い。私がよく行くジムの裏には公園があります。公園の中にはベンチがたくさんあるので座って休めます。私はジムに行く前によくそのベンチに座ってお弁当を食べています。今日は友達のエリカさんとベンチで昼ご飯を食べていました。その時、木の上からエリカさんの頭の上に雲が落ちました。エリカさんはびっくりしてお弁当を落としてしまいました。私は虫が怖くないので、エリカさんから雲を取ってあげました。でも、エリカさんはお弁当を落としてしまったので、悲しくなって泣いてしまいました。私はエリカさんにお弁当を半分あげて大丈夫だよと言ってあげました。はい、では皆さんも読んでください。どうぞ。では皆さん、問題です。公園はどこにありますか？ 1 番、ジムの後ろ。2番、ジムの前。3番、ジムの中。4番、ジムの上。はい、答えは1番、ジムの後ろです。ここを見てください。ジムの裏には公園がありますですね。そして後ろと裏、同じ意味です。ですから答えは1番後ろです。はい、では皆さん、問題2番です。エリカさんはどうして泣いてしまいましたか？1番、寂しくなったから。2番、お弁当を落としたから。3番、お弁当が美味しくなかったから。4番、頭が痛かったから。はい、皆さん答えは、お弁当を落としたからですね。はい、ここを見てください。エリカさんは泣いてしまいました。どうしてですか？お弁当を落としてしまったのでです。はい、ので意味はからbecause と同じ意味ですね。なので、どうして泣いてしまいましたか？答えは、お弁当を落としてしまったからですね。はい。では皆さん、次は文法を勉強しましょう。まず、この動詞、普通形と名詞を勉強します。さっきの文の中では、私がよく行くジム
の裏には公園があります。という文がありました。動詞普通形と名詞。意味はどんな名詞ですね。英語は modify a noun ですね。例えば、名詞 noun カバンがあります。どんなカバンですか？大きいカバン、便利なカバン、パソコンのカバン、いろいろありますね。い形容詞はいな形容詞はな、名詞はのですね。でも動詞、例えば昨日買いましたカバンはここ普通形にチェンジしてください。昨日買いましたカバンは悪いです。なので昨日買ったカバンとか今日買うカバンとか買わなかったカバン、買わないカバン、いろいろあります。例えば、私がよく行くジムの裏にはとか、これは昨日買った本ですとか、答えがわからなかった人は動画を見て勉強してください。いろいろあります。覚えてください。はい、次は動詞の可能形です。可能形は何々することができると同じ意味です。英語の意味は potential verb ですね。例えば、座って休めます。休めます意味は休むことができますと同じ意味です。でも動詞は1グループ、2グループ、3グループありますね。作り方のルールが違います。まず1グループです。1グループはますの前のい、き、し、ち、にをえ、け、せ、て、ねにチェンジします。買いますは買えます。遊びますは遊べます。何々いますは何々得ますですね。次、2グループです。2グループはますを消してられますにチェンジします。例えば、食べますは食べられます。借りますは借りられます。ますられますです。3グループです。3グループはスペシャルです。来ますは来られます。勉強しますは勉強できます。何々しますはできますです。この来ます、来られます、スペシャルですから気をつけてください。はい、次の文法です。次は普通形のでですね。意味は何々ですから、ますから、because とほとんど同じ意味です。例えば、公園の中にはベンチがたくさんあるので座って休めます。大阪は家賃が安いので人気があります。簡単なので明日のテストはそんなに勉強しなくてもいいです。ポイントはここ、いつも普通形です。ベンチがたくさんありますのでは、少し悪いです。家賃が安いですので悪いです。簡単ですので、ちょっと悪いです。気をつけてください。はい、あと、な形容詞と名詞はなのでですね。文の最後がます、です。でも、ここはいつも普通形です。気をつけてください。あと、のでとから
何が違いますか？英語はどちらも because です。でも、のでは少し丁寧です。からは少し気持ちがあります。だから、少しだけカジュアルです。他にもたくさん違いがありますが、全部説明すると大変なので、今日は少し丁寧、少し気持ちがあるだけ覚えてください。はい、最後の文法です。てしまいましたですね。意味は残念な気持ちを話します。例えば、エリカさんはびっくりしてお弁当を落としてしまいました。お弁当を落とします。残念ですね。悲しいですね。ですから、てしまいました。落としてしまいましたと言います。スマホが壊れてしまいました。スマホが壊れました。悲しいですね。ですから、壊れてしまいました。言います。あと、皆さん、てしまいますは、悲しい気持ち、残念な気持ちを話します。あともう一つ、100% 終わったの時も、てしまいます。しまいました。言います。これはよく、もうとか、全部とセットで使います。例えば、宿題はもう終わってしまいました。私の気持ちは、Oh, it's very quick とか、feeling clear ですね。の時もしまいました。使います。このてしまいますは、シチュエーションによって悲しい気持ちとこのクリアな気持ち2つありますから気をつけてください。はい、皆さんお疲れ様でした。難しかったですか？でも大丈夫。頑張りましょう。あと、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。